くるみ山荘を訪問していただきありがとうございます。くるみ山荘は電気・ガス・水道の公共供給を受けないオフグリッドな環境です。先日、兄と熊本出身の義理の姉が新築祝いに来てくれました。そのわずか2日後に熊本地震が発生し、大変ショックを受けました。熊本に故郷を持つ義理の姉をはじめ、被災された皆様や遠方からご家族、故郷を心配されている皆様に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い平穏を祈りつつ、この日の大切な思い出を記録としてお届けします。窓をきれいにしています。網戸には微妙な力加減でブラシを当てます。これは物置の工事現場です。去年はくるみ山荘に生えていた木を裏山で乾燥させ木材を作り、棟梁が手作業で伝統の敷地を刻み、一度仮組みをして精度を確認しました。もともとあった基礎を拡張し、きれいにコンクリートを打ち、十分乾燥した後に本組みが行われました。本組みした物置にはログハウスと同じ屋根材を張るため、屋根業者さんが採寸しに来ました。花の終わった藤の木です。動物がくるみを食べた跡があります。木に残っているくるみが熟成を続けています。私が種から大事に育てた葵はつぼみをつけています。もっと大きくなるかと期待していましたが、日陰のせいか成長がゆっくりです。でも大きな成果と思って嬉しく思います。物置の材料となった伐採木はこの辺りで乾燥させていました。朴の木がぐんぐん成長しています。花が咲くのが楽しみです。良い香りがします。この緑の実がクリスマスには赤くなっているので、去年はリースにつけました。この小さな赤い実です。せせらぎを眺めます。今日はブーツで来なかったので中には入りません。ゲリラ豪雨になる前に歩きます。こちらはふもとの公園です。
ホタルの乱舞の時期は終わっていますが、今は産卵の時期です。年季の入った看板にそのように書いてあります。兄夫婦が新築祝いに来てくれた日です。持ってきてくれたシャンペンとシャンペングラスで乾杯です。いろいろとお祝いをありがとうございます。先ほども申し上げた通り、令和8年熊本地震のわずか2日前です。義理の姉の実家は700年の歴史がある刀鍛冶の家系で、伝統技法を受け継ぐ包丁を作り続けています。この日の料理です。いつも通りまず野菜をオリーブ油とニンニクで炒めます。これはスペアリブです。この日は青旗白桃&グアバ、グレープフルーツ入りを1瓶入れたソースに漬け込みます。醤油、オリーブ油、酢、砂糖も大さじ1ぐらい入っています。塩コショウ、ダンデノンマーケットのローズマリーも追加しています。オーブントレイにクックパーを敷き詰めて肉を並べます。スチームコンベクションオーブンで加熱します。ここまで事前に用意しておき、メインの子羊は皆がテーブルについてから焼きます。先月オーストラリアで子羊に凝っていますので、帰国しても子羊をいただきます。この日はラムチョップを出しましたが、撮影していませんでしたので、別な日に子羊のもも肉ステーキを作った時のクリップに差し替えます。塩コショウとメルボルンのダンデノンマーケットで購入したローズマリーを振った子羊のもも肉をフライパンで焼きます。焼き色をしっかりつけてオーブンに入れます。メルボルンプラーンマーケットで購入したミントソースでいただきます。屋上に上がります。屋上には引っ越し前に何年も育てたバラなどの鉢があります。鉢から苗を出します。引っ越しして3ヶ月になりますが、鉢穴から根が伸び出ています。このプラスチックの鉢に根がしっかり張り付いていて、シニアの手で苗を出すことは不可能と思われるほどでした。3ヶ月放置しましたが、昼食を多めにしてネットフリックスで青春群像映画を見たらできるような気がしてきました。ドレスを着ていましたが、バラのトゲに泣きながら3本の苗を植え替えました。途中で薄手の T シャツと軍手をつけて作業を続けました。カーメン君の動画で夏は私費しないようにと聞きましたが、ローズフードというものを購入したので使ってみました。これは私の実家から持ってきたアカンサスです。10年以上経っています。古代ギリシャローマ建築の彫刻装飾のモチーフとして使われ、原産地である地中海沿岸地域のような乾燥や暑さに強い植物です。皆様最後までご視聴ありがとうございました。皆様の安全と熊本の復興を心よりお祈り申し上げます。